こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日ね、ちょっとご質問いただいたので、それについての、ちょっと動画を撮ってみようかなと思いました。で、ご質問いただいた内容なんですけど、あきこさんはパワースポットとか行きますかって言われたんですよ。そう、なんか私そういうの好きそうじゃん。いろんなね、まあ、神社とか好きですよ。神社とかお寺とか、おみくじ引いたりとか楽しいよね。そう。で、インドもいっぱいお寺とか神社とか、お寺か、いっぱいあるしね。うん。で、こういうとこにね、私がよくちょこちょこ行ってるかっていう話なんですけど、行きません。全然行かないですね。前はね、まあ好きで行ってたんですよ。結構好きだし、別に普通にやってって、あそこ行ってとかね、インドで行ったらあそこのお寺行ってお祈りしてとかさ、なんか曜日とかあるんですね、インドの場合だと。木曜日にラクシュミーの曜日だからとかなんかあるんですけど、ラクシュミーって女の人だから、まあ家庭の中の女の人は木曜日に、なんかその、お寺に行くとね、いいとかさ、なんかあるみたいで、で、なんかそういうの行ったりしてたんですけど、頼まれたりしてね、旦那さんとかに。でも今はね、もう一切行かないんですよ。行きたくなったら行こうかなと思ってるけど、全然行きたいってならないんですね。で、これなんでそういう風に変化したかってことなんですけど、もうね、スターシード、私スターシードだって自分で分かったあたりからかな。うん。スターシードの役割って、やっぱなんかいろんな人をチャネリングしてて、やっぱすごい毎回確認するんだけど、結構ね、その、なんていうの、自分がいるだけで、もう場の浄化とかね、癒しの存在とか、調和剤とかさ、だからほんとパワースポットみたいなことやっちゃってんですよね。自分の波動で。スターシードってそれぐらいのこうエネルギーの力があるというか、大きくて人を癒してしまったり、人を覚醒させるような、なんか神社とかお寺のね、パワースポットみたいな力があるってことなんですよね。そう、それあたりがなんか、まあいろいろこう分かってきて、なんか私もそうだ、そういえば自分がいるだけで人がなんか結構笑顔になったりとかね、前から結構あったんですよね。調和するというか、なんだろう。寂しそうな人がいたら声かけたりとかね、してこうみんなで仲良くしたりするの好きだったから、なんかそういうのを考えた時に、なんか調和剤というかパワースポットというかね、うん。まあ無意識でそういう感じでやってたのを思い出した時に、別にこう、なんていうの、パワースポットとか行かなくても自分がパワースポットなのかなって思い始めたんですよ。で、ある時にその神社とかね、お寺の話をしてて、だから神社とかさ、お寺もお祈りしに行って何しに行ってるかってことなんだけど、神様からなんかお願いしますとか言ってさ、いろいろやってもらうじゃないですか。お願いしますっていうよりも、あそこでエネルギーを下ろしてんじゃないかなっていうのをなんとなく分かってきたんですね。うん。お寺とか神社であそこで自分のエネルギーを下ろして、そこに多分こういろんなパワースポットの場所がいろいろありますけど、まあ、たくさん来てるとこにはそこにこうなんて言うんだろう、エネルギーの柱を下ろす必要があったから、そこにたくさんの人たちが来て、一人一人がそこでエネルギーを下ろしてるっていうんですかね、みんなが。そうだからなんかちょっと利用されてるっていういい意味でね、利用されてる。本当は自分のね、ご利益のためってみんな来てるけど、利用されてるんですよね。そこにエネルギーの柱を下ろす必要があるからっていうんですかね。そう考えた時に、まあ、いろんなその、なんていうのかな、パワースポットに行ってね、ここで何かをしますとかありますけど、その人はそこの場所に行って何かやるお役目とかがある、そういう、なんていうのかな、スターシードの人もきっといると思うんですけど、私はなんかここにいるだけで、どこにいるだけでも自分がパワースポットなのかなと思って、まあ、スターシードみんなそうですよ。一人一人が自分がパワースポットで神社、お寺みたいな感じの意識でいると、まあ、別にどこに行かなくてもいいというんですかね。うん。自分が楽しくいることが、なんていうの、波動を整えることであって、まあ、場のね、調和とか、まあ、人々の覚醒であったり、なんです、エネルギーがね、ここのいいエネルギーがここに充満することなのかなと思っていますので、あえてそういうとこには行かないっていうことなんですね。ちょっとびっくりされたので、行ってみようかなと思って、こういうことも。はい。
もう多分これから先も、まあお寺とか神社に行くことはあると思うんですけど、あんまりそこに対してすごく思い入れがあっていくっていうのは多分ないんじゃないかな。インドだってすごいパワースポットだらけだからね。パワースポットといえば、行かないもんね、あんまり。汚いとこ嫌だし、みたいな。そう、ここにいればいいやっていう感じの意識が、もう本当に一番来てますね。そう。だから皆さんね、スターシードとかこう意識がある方とか、あとは、なんていうのかな、ちょっとやっぱりお寺とか神社っていうのも、今までのちょっと、ご自分のね、意識を変えていただいて、なんか一人一人が光の柱を下ろしてるっていうイメージだとなんとなく分かりやすいんじゃないですかね。うん。やっぱ地球上にね、宇宙からの光の柱を下ろす必要があったから、そこの場所に、まあ、いろいろね、こう点在してる場所があると思うんですけど、うん。なんか、スターシードの人って、えっと、みんな近くにいないんですよね。近くに同じようなタイプがいないってみんな言ってるんですよ。これ何かって言ったら、パワースポットがね、近くにある必要ないんですよ。っていうことなんですね。みんな。だからみんな、私なんてこんなほら、秘境みたいなとこ来ちゃったじゃん。インドの。なんでかですよ。うん。ここに私のエネルギーが必要だったんだろうね。そう。だからスターシードの人がなんかこう山奥にいたり、なんかすごい北海道のね、遠くの方にいる方もいるし、なんかどこだっけ、秘境みたいなところにね、いて、なんか講座を受けてくださった方もいますけど、その方はそこに必要でね、呼ばれてそこのエネルギーとしてね、下ろす必要があったから、そこでやってるんですよ。スターシード活動をね。いるだけでね、ほんと素晴らしくて、いるだけでね、パワースポットっていう意識、全然おごってるとかじゃなくて、それだけのほら、力があるんですよ。一人一人にね。素晴らしい力がありますので、そういう自己価値を上げることかな。うん。っていう感じになると、すごい、なんて、何にも影響されないんですよね。自分自身が。うん。っていう感じですかね。そう。だから先生術とかも、分かりやすい例えとしてね、言ったんですけど、先生術とか前好きでよくやってたんですけども、そこからやっぱ外れちゃったんだよね。自分が宇宙を作った意識。うん。宇宙を作った意識なんて覚えてないよ。覚えてないけど、本当にそれがそうだったらね、私が作ったとしたら、何に影響されてんだろうなって思うんですよ。それだけ。うん。本当にこの意識がね、すごい大きな、広大な意識として、すごい大きなことになってて、私は神ですみたいな、なんかそんな感じになってるとかじゃなくて、私が、もしね、一つの意識として、えまあ、こう、何かね、宇宙っていうものを作った意識だとしたら、それでこういろんな好奇心としてね、惑星をたくさん作って分離させて分離させていろいろ経験したいことの中の一つに地球が来て、地球ができて、その中の地球の一人の山岸明子ナヤクっていうね、私そうですけどがいるだけだから、意識としては経験したかったことを分離させて、いろんなことをいろんな人になったり、いろんな状態になって惑星になったりして経験しているっていう、ただそれだけのことだから、やっぱ惑星の方に意識を向けるってことは、自分が作ったものに影響されてるってことだからね。そこから超えて、私が宇宙を作ったとしたらね、惑星は私が作ったものだから影響される必要ないなって、なんかそういう感じで思ってるんですね。だからね、楽なんですよ、こうやってやると。本当に何にも影響されないんですよ。影響されそうな人がいても、あなたは私だからな、みたいな感じで思うし、違う時もあるよ。やっぱりなんか自分のね、いろんな波動が乱れる時もあるけど、なんだろう。やっぱここに戻るかな。楽で好きなんですね、自分がこの意識で。勝手に自分でこうやって思って、ニヤニヤしてる感じ。みたいな感じになって、楽しいな、やっぱいいな、経験ってみたいな、そんな感じでいつも思ってる感じです。うん、何かね、私のこの考え方、うん、皆さんのね、魂はまあ分かってますからね。いろいろなもの分かってるから、何か気づきがあればいいなと思って配信しました。ではでは。